どちらのマグロですか？今日はですね、塩がですね。うわ、うまそう。なんだこのツルツル感。剥がしてる分ね、筋も感じず、すごくね、召し上がりやすいかな。これは今日食運に恵まれました。これを食べてくださいみたいなネタで言うと何ですか？どうですかね。特に好きな部位はありますか？赤身がいいですかね。赤身が一押し。いやー、うまそう。志村坂上駅、常盤台駅、赤羽駅から徒歩やバスでたどり着ける、知る人ぞ知る、板橋区の高級寿司店。おまかせは税込み 12,100 円という価格帯で、料理テイストのつまみと江戸前の技法を駆使した握りを楽しめて、ボリュームがあり価格満足度が高い。握りは固めに炊いた赤酢シャリを土台とし、1貫目から煮ハマグリを繰り出すという意外性が面白い。つまみは日本料理テイストで、どれもポーションがしっかりしており、酒に合う一品も多数登場。土日祝のランチ限定の握りおまかせは税込み 5,500 円と、こちらもかなりお得。板橋区周辺でひっそりと営む使い勝手の良い貴重な有料店です。名前は、渡辺蓮と申します。生まれがですね、1994年で、31歳になる年ですね。はい、もう高校卒業してそのまま就職という形で、東京ドームホテルの中にある遊戯庵タンクマ北見というお店に勤めさせていただいて、そこがですね、結構大きい箱のお店だったので、鉄板焼きとか天ぷらとかお寿司の場所があって、そこの僕入社したすぐから寿司に配属されて、そこから寿司に興味を持ちましたね。シャキシャキ、うまっ。美味しい。こういう素朴なおひたしが結構地味に嬉しいんですよね。ありがとうございます。1貫目ハマグリですか？そうですね、1貫目はハマグリにしております。お腹が空いてるところにインパクトのあるハマグリを持ってくるっていうのがうちのちょっとした、あえても濃いめのものから1貫目にという。あえてこうとらわれない。結構色しっかりもうついてる感じですね。そうですね、結構しっかり煮てあるは煮てある感じですね。余熱で火を入れる形になりますね。大きいですね。食べ応えがすごい。そうですね、殻付きで 150g ぐらいあるので、かなりしっかりしたハマグリになりますね。ハマグリは結構産地指定ですか？そうですね、僕は結構好んで使うのは茨城ですね。鹿島になります。ハマグリ自体もしっかり噛ませてどんどんじわじわと味を出させるパターンって、結構皆さん1貫目ハマグリってリアクションされますか？そうですね、はい。1貫目これなんだっていうのは結構思っていただけるところが多いですね。いや、ちょっとびっくりしました。はい、ありがとうございます。綺麗、美しい。シャリの塩味とわさびの爽快な香り、そこに筋目の小肌が三位一体となって混じり合う。結構塩をそうですね、感じるはい、締め方方。もうよりで言えば塩締めに近いですおね。ー、お酢はもう本当にくぐらせるぐらいで済ませてるので、ちょっと強めの振り塩ですね。で、2分ぐらいで、お酢で、さらっと、1分半ぐらいですかね。でお酢はこれもう生酢っていうか米酢。これはうちで合わせてるお酢になりますね。みりんとお醤油がちょっとと昆布が入ってたりとか
もう一品最初突き出し出たらもうハマグリから始まってでからの小肌っていう、いきなりその江戸前の応酬というかお仕事しっかりしたものをね最初にこう召し上がっていただく。新庄のふわふわ感と枝豆のポリッとした食感のコントラストがすごい面白い。ちょっとお料理っぽいテイストのおつまみも出てくる。そうですね、はい、そこも結構見どころかなと思いますね。それやっぱ修行先ではこういうお料理とかおつまみも担当されてたんですか？そうですね、はい、もう結構やっててやっぱりいろいろ作ってたので、そこを参考に。ダイソーさんですね。大きい胸と書いてダイソーさん。大将が好きと言ってた。はい。一番のここです。ここがね、天身ですね、赤身。どちらのマグロですか？今日はですね、塩釜ですね。いい色ですね。ありがとうございます。いやー、うまそう。うまい。ありがとうございます。めちゃくちゃしなやかですね。そうですね、触った感じもかなりそのイメージが強いかなと。漬けにしないで、はい、ちょっと切りつけてすぐシュッて醤油塗ったその思惑はどんなところにありますか？そうですね、やっぱりこうマグロが結構良さそうだったんで、僕としてはそのままを一回味わってもらって、あとはお好みで漬けにしてもいいかなっていうので、追加の部分でねこうちょっと漬けでお願いしますって言われるのはそれでやっていきたいなっていう感じで、うちへのアクセス方法としては常盤台からですとバスや、タクシーなどがかなり拾いやすく来やすいかと思います。あとは志村坂上ですかね、そちらの方から来るとですね、公園があったりとか、鞘の湯さんというね温泉施設があったりとかして、そういうのをちょっと眺めながら来ると、20分ぐらいで着くかなと思います。あとは上板橋からも一応ご来店をいただける形になりますね。赤羽なんかも結構ご利用される方が多くて、そちらからだとバスが直接こちらの方まで走っているので、そこからだとバスだと来やすいかと思います。大きかったですか？もともとの魚体は。そうですね、結構大きめになりますね。すごい綺麗。ネタが白いから赤シャリがより映える。お酒はもう担当されて。そうです。でなんか真ん中にもありますね。頑張って取りました。日本酒は蓮龍さんはどういう仕入れをしてるんですか？うちはその酒屋さんにおすすめの日本酒をおすすめしてもらって、その中から私が選ぶっていう感じです。私は基本辛口で、辛口なのにフルーティーっていうちょっと面倒くさいお酒が好きなんですよ。ほう。まさに辛口だけどフルーティーってすごいありますね。この上機嫌は確かにそうですね。それを結構おすすめしたりとか、あとはお客様に合わせるのが一番なので、お寿司に合わせたり食事に合わせたりっていうのを相談しながら決めてる感じです。毎回着物で。毎日来てます。寿司サロン蓮龍さんを漢字一文字で表現すると何になりますか？楽しいって字ですかね。堅苦しさがない、気楽に来やすいお店っていうのをちょっとこう意識したいなと思ってて、笑顔で楽しく喋ったりしながら召し上がっていただきたいなっていうので、ちょっと楽天を
選ばせていただきました。勤務歴っていうかその同僚歴でいうと7、8年目ですね。おお長いですね。恋愛感情とか起きないですか？これがねないんですよ。いやでもそれがいいですよね。なんかお互いが程よい距離感で、でも仕事として大将も女将も世代的には若いというか、そうですね、はい、なんかそういうのもお客さんのさっきの楽しいとか楽って言ってた、なんか肩肘張らずにむしろ大将とか女将にこうお客さん側も突っ込めるというか、ガンガン来てもらいたい。ガンガン来てもらいたい。はい。トウモロコシ豆腐でございますね。で真ん中がですね、こちらタチウオですね。かば焼きにしまして、これが包んである皮がですね、北京ダックの皮になってます。いやー、タチウオダック。最後は入り銀なんですね。まあ秋ですね。はい。食感がやっぱ面白い。じゃなくて甘い。寿司屋の北京ダック、これはすごいアイデア商品だ。何これ、やばっ。うわ、これうまい。すごいこの皮のほんと北京ダック風のもちもち感ときゅうりのシャキシャキとで、タチウオもちょっとこのやっぱかば焼きなんで、そうですね、結構香りがしっかり立ってると思いますね。ちゃんと魚になってるじゃないですか。そうですね。寿司屋のつまみからそれてないけどちょっとこの中華テイストというか、これぜひ定番化してほしいぐらい頑張ります。めちゃくちゃ美味しかったですありがとうございます。はい。折りたたみ、折りたたみです。誰が食べてもうまいやつ。口の中がすごい幸せ。焼きサンマ焼きサンマです。で、シャリがまたこれ用のたくあんと、しその葉。サンマが分厚い。ちゃんとカノコに包丁が入ってます。油がしっかりあるサンマだったので、あえてしっかり焼いてこうちょっと油を浮かせるイメージですかね。ギトギトしすぎると口当たりも厳しい部分があるかなと思ったので、それを中和するのにしそとたくあんを混ぜてやる形になりますね。お昼の方ですね、コースが5500円のコース、握りのコースなんですね。と12100円の、こちらが夜もお出ししている季節のコースというものがご用意されております。で、夜の方がですね、8800円、こちらが握りのコース、9900円、こちらがお料理がついた少し少なめのコースになっておりますね。で、おすすめで12100円の季節のコースをご用意させていただいております。お店の定休日が木曜日が基本定休となっております。あとはその他で、臨時休業みたいな形でお休みいただくこともあるので、インスタグラムなどで参考にしていただけると良いかと思います。予約はですね、ウェブの方からうちのホームページからも行けますし、あとは一休さん、食べログさん、あとは基本的にはお電話も受けたっておりますので。これがちょうどやっぱ赤身と大トロの境目というか、本当に境目な感じですね。グラデーションが綺麗ですね。中東っていう。ジャバラジャバラでこの筋がいいですよ。いいですよね。綺麗ですよ。テンション上がりますね。ちっちゃいこう塊みたいになってこの形が可愛い。
柔らか。艶めかしさありますね。気づいたらネタとシャリが同時に消えてるっていうか、さっき赤身はフォルムが俵型で、そうですね、フォルムも含めてなんか見て楽しい。こっちはちょっとこうあえてデロンとさせて、食べたらめちゃくちゃ一体感があって、で今日のマグロめちゃくちゃ美味しいですね。ありがとうございます。うわ、うまそう。なんだこのツルツル感。剥がしてる分ね、筋も感じず、すごくね、召し上がりやすいかな。これは今日食運に恵まれました。ここ最後に剥がし持ってこられちゃうとこれノックアウトですね。ありがとうございます。めちゃくちゃ美味しいです。ありがとうございます。九州の天草のハモですね。万願寺唐辛子ですね。あ、ハモうまいですね。ありがとう。一品こういうちょっとしたお上品な揚げ物入ると嬉しいですね。そうですね。つまみのイメージははい和食っぽい感じと、シンプルなものからちょっとお料理ものからはい。クリエイティブなものまで、そうですね。結構いろいろ幅広くはやってるんじゃないかなと思いますね。どれぐらいの頻度でそのメニューを変えていくんですか？一応、まあ、月を目安に、はい、ガラッと変えるようにしてますね。まあ、あとは仕入れ状況によっては、その日によって結構中身が変わったりはしますね。油前ですね。これは炙りいってらっしゃい。いってきます。これ上に乗ってるのはネギ油ですね。刻んだネギにごま油とサラダ油を合わせて、でそこに一味とお塩で調味してありますね。ネギ油がちょっと中華風になりますね。そうですね。雰囲気は中華風ですね。んただ寿司を食べてる感じは損なわない感じです、ね。うん火を入れてなんぼのお魚だと思ってるんですね。で皮目をちょっと炙ってあげて、香りと一緒にこう召し上がる何かが欲しいなと思ってて、ネギ油っていうのがいいんじゃないかなと。パツンとくるうん寿司になるうんんですね。万人受け系の穴子ですね。ありがとうございます。きゅうり8シャリ2ですね。ほぼキュウリです。うわーすごい。噛んだ瞬間にきゅうりのはい。ジュースがはい。口の中でジュワってこうスプラッシュマウンテン状態です最後の巻物は、はいその日によってかっぱ巻きもあれば他にもあるんですか？そうですね。まあかんぴょう巻きだとか、まあ、そういったものはいろいろご用意してますね。これかっぱ巻きがいいって言えばやってくれますか？はい、基本的にはご用意できますので。視聴者の方で行かれる方はぜひかっぱ巻きオーダーされるのをお勧めします。
甘いけど甘すぎないタイプ。そうですね。山形県産のお米ですね。お酢は僕が使ってるのは横井の大銀と、あとは美濃の三年酢というお酢ですね。で塩砂糖。塩砂糖ですはい。ね。多分美濃3年とかのコクと横井の多分酸味なのかなっていう。でお米のなんかさりげない甘さと、だから塩はきつくないですね意外と。そうですね。塩味はかなり控えてますね。でもちゃんとやっぱデザートも出るのも嬉しいですね最後。ありがとうございます。大将今日はありがとうございました。楽しい時間を。こちらこそ。寿司サロン蓮龍さんのこだわってらっしゃるところとか、はい大切にされてるところってどんなところですか？そうですね。こだわりに関してはですね、店の雰囲気ですとか、フラッとこう来ていただいたときに、圧迫感を与えないような印象にしたいなと思っているのがこだわりですかね。あとはですね、お料理と寿司のバランスで出させていただいているので、そこを楽しんでいただけたら幸いかなと思ってます。先ほどもそのお店を漢字で表現するなら、はい楽しい楽っていう字だっておっしゃってましたけど、なんかその感じはすごいありました。本当ですか。よかはいったです。、つまみとはい握りがミックスになって、はいでおつまみも大将のその修行先のご出身の、はいシンプルな和食みたいなものから、そうですはいタチウオの練乳ダックみたいな、ああいうそのクリエイティブなものもあっありがとうございて、ます。でやっぱり最初こうハマグリから始まって小肌っていう江戸前的にははい強打者を1番2番に据えて、でそこからマグロとかはいサンマの押し寿司とか徐々にこう季節ネタとかが入っていって、まあ最後はアナゴとかっぱ巻きですね。そうです。はい、楽しく締めるっていうありがとうございます。順番とかはい出す一品一品の個性とかが奇をてらいすぎてないけどちょっと遊び心があるみたいな、ありがとうございます。なんかそこのバランス感がすごくはい優れてるお店かなって思ったのと、なんかこれでおまかせ税込み12,100円は、はいいやめちゃくちゃお得だなって思いました。ありがとうございます。全部美味しかったんですけど、はいまあ、つまみで言うと、はいやっぱりダック、ありがとうございます。いやもう圧倒的に楽しかったしありがとうございます美味しかったです。で握りは、まあ大将が好きなネタっておっしゃるように、はいまあマグロですね。あ今日マグロ3連発がいそれぞれ赤身中トロ、そしてハガシ、話です。すごく運がよくハガシも食べさせていただいて、この赤シャリともすごい相性が良くて美味しかったです。この店名のはい。寿司サロン蓮龍っていうお名前はいは何が由来でそのお店店名になってるんですか？そうですね。まずこの寿司サロンっていうところなんですけども、サロンっていうのと雰囲気としては結構ゆったりした雰囲気をイメージされる方が多いと思うんですね。なのでそのゆったりした雰囲気を作りたいなっていうので、まずサロンってつけたのと、蓮龍っていうのがですね、蓮っていう字がですね、僕の名前から取ってありまして、で始めた当初もう一人いたんですね。龍っていう名前のついてる子がいて、2人の名前から取って蓮龍って形になってたんですね。もうずっと二人三脚でやってらっしゃると思うんですけど、はい、おかみから見て大将はどんな方ですか？私がついてきたのも大将が握るお寿司が好きだったからなんですよ。寿司に対しての愛は一番強いんじゃないかなと思います。なんか働いてて喧嘩とかしないんですか？めっちゃしますめっちゃするんだ。でもやっぱりそれは仕事で、いいものを作ろうっていうことなので、あるべき喧嘩なのかな。逆に大将はおかみの存在をどう見てるんですか？そうですね、僕ができない部分を全部補ってもらってる状態なので、やっぱりいてもらわないと日本の社会いいですね。なんかまだまだすごい進化されていくと思うので、はいまた今後ともよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。今日はごちそうさまでした。ありがとうございます。